落としちゃった。あ、お姉ちゃん、魚も美味しそうだよ。そうそう、その左側の。あれお兄ちゃん、わーい、ここ、スズメたちはここだよ。ちょうどよかった。今からリンゴを投げるから全部受け取ってね。まだまだ行くよ。ぽいぽいぽい。ほらほらほら。はあ、これで十分かな、お姉ちゃん。ひゃあ、これで最後。ちゃんと受け止めてね。いたたたた。お姉ちゃん、何するの。そうかもしれないけど。クボー様の大切な人にそんなことしちゃダメって怒ってるの。はーい。失礼なことしちゃってごめんなさい。でもお兄ちゃんは偉い人だからスズメたちは身分をわきまえないとならないのってお姉ちゃんが言ってるよ。でもスズメは可愛いからちょっとぐらい甘えてもお兄ちゃんは許してくれるんじゃないってお姉ちゃんが言ってくれたの。構わぬ。余がカラスたちに頼んだのじゃ。あ、クボー様。リンゴをたくさん取った。お姉ちゃんとたくさん取ったの。だからたくさん食べられるよ。ほう、これは立派な実じゃのう。うまそうじゃ。ではいただくとするか。これは美味じゃ。ほれ主様、一つ食べるか。ただしユウには絶対に内緒にするのじゃぞ。怒られるからに決まっておろう。しかしリンゴは基本的には供え物として神や仏に供えるものなのじゃ。大丈夫じゃ。ユウに見つかりさえしなければ。
神様もいけずよのう。こんな美味なものを独り占めするとは。ほれほれ、主様も食べるのじゃ。遠慮するな。一口食べれば世と一蓮托生じゃ。公方様。リンゴを召されてはなりませんと何度言えば分かってくださるのか。分かってはいるがやめられんのじゃ。開き直るおつもりですか。説教なら後で聞くわ。これを食べ終わった後でな。お待ちください、公方様。ご迷惑をおかけして申し訳ございません、健介殿。時にカラス、スズメ、そんなに緊張せずともよい。公方様に命じられてやったこと、咎めはしませぬ。よかったただし、公方様のわがままをすべて聞き入れることは今後はなさらぬよう、公方様のためにもなりませぬので。はい。では失礼。公方様にお灸を据える仕事が残っておりますゆえ。もいでしまったものは仕方ない。そのリンゴは供え物用にいくつか残して、あとは皆で食べて構いませぬ。これもダメなの？お兄ちゃんの隣に座るのはダメなの。お姉ちゃんがそう言ってるよ。スズメたちはお兄ちゃんの足元に座るから大丈夫だよ。お姉ちゃんね、果物の皮を剥くの得意なの。スルスルスルって上手に剥けるんだよ。お姉ちゃん、ちょっと待ってね。ここかな、ここかな。
えちゃった。こっちかな。へい。おかしいな。じゃあこっち。やあ。ああ、心配しなくても大丈夫だよ。これでリンゴを剥くわけじゃないから。どこに入れたんだっけ。おーい、コウカタナさん。だってもう慣れっこだもん。スズメたちは傭兵だから呼ばれればどんな戦場にも行くの。だから大事なものは持ち歩いてるんだよ。ヤタガラス隊の今の雇い主は悪坊様。足利家に雇ってもらってるの。そのままスズメたちヤタガラス隊も織田家に加勢することになったんだ。ヤタガラス隊は鉄砲の扱いに慣れてる兵士が多いから今は梅ちゃんの指揮下で動くことが多いの。ね、お姉ちゃん。お姉ちゃんだよ。お姉ちゃんはすごーく腕のいい狙撃手なの。狙ったものは百発百中、ズキューンなの。ね、お姉ちゃん。それがお姉ちゃんのすごいところなんだよ。火薬の量がちょっと違っただけで軸がぶれちゃうんだから。それは二重ゼンマイからくりって言うんだって。お姉ちゃんが言ってるよ。お兄ちゃんが改造したんだって。こうすると命中率が上がるんだって言ってるよ。お姉ちゃんが設計して特注で作らせたんだって。重心が長い方が威力も射程距離も上がるんですだって。そうだね。お兄ちゃんは鉄砲を使ったことがあるのかって聞いてるよ。思った以上にお兄ちゃんが鉄砲に詳しくてお姉ちゃんびっくりしてるよ。
ちゃんがよく知っていて感心しましたって。わーい、お姉ちゃんがお兄ちゃんのこと褒めてる。スズメすっごく嬉しい。わーい、お兄ちゃんがお姉ちゃんのこと褒めてる。スズメすっごく嬉しい。小型の見つけた。カバンの一番奥に入っててよ。はい、お姉ちゃん。でしょでしょ。お兄ちゃんってすごい。こんな剥き方初めて見た。うさぎさんかわいい。お兄ちゃん、タコさんも作れる？お姉ちゃんは蝶々にしてほしいって。ワクワク。